学校法人名古屋石田学園は令和3年学園創立80周年を迎えました。創立者石田千徳先生は自らの苦学の体験とその恩返しの思いから勉学の意欲に富んだ若者への全人的な教育を行いたいという意思により、昭和16年一年発起して名古屋市昭和区に私塾明徳学館を設立します。昭和の松下村塾を目指したこの学館こそが創立者の教育理念の、そして名古屋石田学園の原点となったのです。戦争により一時閉館せざるを得なかったものの、終戦後の昭和20年、名古屋市伏見の地に新校舎を建て、名古屋英学塾を開校。英語を学び、視野の広い人材の育成こそが世界平和を目指し、日本の再建につながるとの思いによるものでした。その後、大学受験の予備校部門、明英予備校、英語教材の出版部門、明英図書出版協会を併設するなど、飛躍的な成長が続きます。戦後十数年を経て、日本の青少年が礼節を忘れ、感謝の精神が薄れつつある状況から、感謝のできる実践力に富んだたくましい若者を作る人間教育をと考え、高等学校の設立を決意します。勉強に来ておるのは一体誰のおかげかということを、おかげを知ってもらわないか。両親の加護によって健康であり得た。感謝の気持ちがないだったらば、これは学校に来ても何もできない。本校の教育方針の中心は感謝にある。昭和44年には幼児教育の重要性から成城高等学校に保育科を設置し、昭和46年実習の場として同じ豊明市内に星の城幼稚園を開園します。創立者石田千徳先生はそれまでの教育界での活躍が認められ、国や愛知県から数々の表彰を受けました。しかし高等学校設立12年目の昭和50年12月23日、病により急逝されます。突然創立者を失った名古屋石田学園。しかし石田千徳先生の見学の精神を引き継ぐご子息、正樹、秀樹、直樹の3兄弟が立ち上がりました。名古屋石田学園の新たな歴史の始まりです。新理事長石田正樹先生の一番の思いは、見学の精神、放射の姿勢、文化の創造、世界観の確立を誠実に継承し、父の理念を広く社会に、さらに世界に向けて具体化することでした。その第一歩として社会に、世界に通用するリーダーを育てる教育方針を掲げ、成城高校では全寮制の教育体制を目指し、昭和54年に高校行政コースを設けます。さらに礼節、スポーツ、国際交流を通じ人格形成に努めました。また平成元年、見学の精神のさらなる高揚を図るため、東海市に大学法人を目指し、名古屋明徳短期大学を開学します。平成5年には成城中学校を開校します。感謝のできる実践力に富んだたくましい人間の育成を教育目標に掲げました。進む少子化と女性の社会進出、社会が新たに求める人材の育成を考えた結果、魅力ある大学を目指し4年制大学へ階層転換するという大胆にして念願の改革を始めます。21世紀に羽ばたくスペシャリスト、ゼネラリストを育成するという理念のもと、平成14年、事業に、地域に、国際社会に、IT 社会に貢献できる人材の育成、そして
来る高齢化社会に医療分野で貢献できる人材の育成を目指し、経営学部、リハビリテーション学部という両軸を持った4年生大学、成城大学が誕生します。そして平成20年にはリハビリテーション学部と経営学部を基礎とした成城大学大学院健康支援学研究科を開設します。平成16年、社会のニーズに応えるべく、さらに理学療法士を養成し、医療を通じた社会貢献を目的とした専門学校、成城大学リハビリテーション学院を伏見に開校します。そして平成18年にはリニューアル成城をスローガンに、高校の校舎を1年半の歳月をかけて魅力あふれる建物に生まれ変わらせました。これを機に理事長石田正樹先生は、創立者の見学の精神を時代に合わせ、第2期見学宣言として礼節、感謝、自習的努力、社会貢献を掲げました。創立80周年を迎えた名古屋石田学園は、幼稚園から大学、大学院までを有する総合学園に発展いたしました。そして創立者の見学の精神を教育の基盤とし、その理念はそれぞれの学校で脈々と受け継がれています。星の城幼稚園の円訓は、はい、ありがとう、ごめんなさい。創立者石田千徳先生は、自立の精神、感謝の心、素直な態度、人として大切な教えをこの3つの言葉に託しました。令和3年、星の城幼稚園は設立から50年目を迎えました。半世紀の伝統と歴史を培い、幼児一人一人の特性を大切に、未来に羽ばたく人づくりを続けています。中高一貫教育のスタートとなる成城中学校は、令和4年に30周年を迎えます。未来へとつなぐ人づくりを目指し、第2期見学宣言の3つの理念を掲げ、個の力の育成を進めます。成城中学校の2大重点目標として、英語力の強化と主体的・対話的な深い学びの推進があり、次世代のリーダーを育成しています。令和4年60周年を迎える成城高校では、設立以来感謝のできる実践力に富んだたくましい人間の育成に力を注いできました。社会で通用する礼節と自習的努力の姿勢の確立を目指します。充実した個別指導で一人一人の学力身長を支える養成コース、独自の多彩な学習プログラムで学力を高め、総合的な視野を広げる特進コース、文武両道に意欲的に取り組み、世界で活躍できるアスリートを育てるアスリート特進コース、基礎学力の充実・探究力を図り、大学進学から優良企業就職まで幅広い進路の可能性を開く明徳コース、4つのコースで生徒をサポートします。バレーボール、柔道、剣道、空手道、レスリング、そしてソフトボールなど、成城高校は愛知県では有数の全国大会出場選手の数が多い高校となりました。しかも活躍する場は国内にとどまらず、オリンピックをはじめ世界にも広がりを見せています。複数のネイティブ英語教員による日々英語に触れられる環境により、国際社会で活躍できる人材を育てます。また短期留学、交換留学を通して広く海外からの留学生も受け入れています。平成28年、文部科学省によるスーパーグローバルハイスクール SGH アソシエイト校の指定、さらに令和元年グローカル型指定校に指定された成城高校は、スーパーグローカルリーダーを育成する SGL 活動を続けております。活動を通して地域社会づくりの架け橋となることを目標としています。
平成20年、学園は教員が研修・研究するパイオニア機関として中等教育研究部を開設。現在も成城高校を拠点に研究活動を続け、教員の研究成果は毎年研究企業として発行されています。大学法人として早33年、成城大学は豊かな教養、国際性、着実な専門能力を兼ね備えた人材の育成を目指します。さらに創造性を磨き、強靭な実践力を身につけるため、常に自分で考え、それに従い行動する力を養えるよう教育・指導を行っています。経営学部は見学の精神に基づき、礼節・感謝の真心を持ち、真摯に他者と自己とに向き合い、力を尽くして目標に向かって行動する。信頼できる人柄とビジネス社会で活躍できる生きた知識と能力を備えた即戦力のある人材育成を目標としています。リハビリテーション学部は豊かな人間性、確かな知識、技術を背景とした実践力と研究的・教育的資質等を兼ね備えた指導的役割を果たす専門家を育成します。平成28年、成城大学名古屋丸の内キャンパスが設置され、都心で学ぶ新しいステージが誕生しました。令和元年8月には成城大学野球グラウンドが完成。専門学校成城大学リハビリテーション学院では、人間性・主体性・技能の向上を目標に掲げ、思いやりの心で医療・福祉・保健分野に貢献する理学療法士を育成しています。豊富な臨床実習により、講義で学んだ知識や技術を臨床現場で確認、自ら考え、臨機応変に行動できる力を育てながら、現場から、そして患者から信頼される理学療法士へと着実に成長させます。名古屋石田学園では、地域との連携・交流・貢献を目指すオープンカレッジの開催には、名古屋明徳短期大学の頃からいち早く取り組み、成城大学転換後も時流に乗った講座の開催を続けています。さらにシンポジウム、公開講座、教育講演会なども積極的に開催し、地域への発信基地となっています。成城高校では校舎全体を成城美術館とし、学園が所蔵する絵画、彫刻、書などの作品を多数常設展示し、生徒たちの情操教育の一環としています。成城講話会は教育・文化・芸術分野において地域社会と名古屋石田学園との相互交流を深めるとともに、地域社会の活性化に貢献することを目的とし、平成18年に発足しました。以来、地域社会とのコミュニケーションを図る場として順調に活動を続けています。創立者石田千徳先生の志を継いだ時から、立ち止まることなく社会が求める学び屋を創造してきた理事長石田正樹先生。その変わらぬ率先垂範の精神で、平成10年頃から私学人として社会貢献活動にも積極的に参加するなど、活動分野を広げていきました。その結果、令和2年11月3日、秋の叙勲で旭日中綬章の受章が伝えられました。理事長石田正樹先生は12月の創立記念式典で叙勲についてこう述べています。今回の受章は、私個人というよりも石田学園に授けられたものということで、どうぞ皆様方も石田学園の教育に人と交流を持っていただきたい、こんなふうに思いますし、また一層この理念を深めていただきたいというように思っております。
学園創立80周年を迎えた名古屋石田学園。いつまでも変わらず受け継がれる創立者の理念のもと、名古屋石田学園は21世紀に輝く教育界の星を目指してこれからも歩み続けます。そして未来永劫、成城教育の根底をなす比嘉一体の精神を持って21世紀の社会で活躍できる人材を育ててまいります。